意識は脳の中にない。最新量子力学がたどり着いた結論はこれだった。意識は脳だけではなく体の外、宇宙全体、そして時空を超えて広がっている。では現実とは何か。私たちが見ている世界は本当に現実なのか。宇宙最大の謎、意識の正体がいよいよ解かれ始めています。実は現実は私たちが作っている。これを知ってしまったら世界は全く違って見えてくる。なぜかわかる。嫌な予感がする。答えがふと浮かぶ。今ここで動かないとまずいとわかる。私にも一度忘れられないことがありました。夢に出てきた人から起きた直後に連絡が来たんです。こういう瞬間、量子の世界では意識は未来の情報に触れている。では意識の力で未来はどこまで動かせるのか。そこで今日は最新の量子力学が紐解く意識の正体についてお話しします。意識とは何か。今この人類最大級の謎に最新の量子力学が迫っています。私にもね、未だに説明できない出来事があるんですよね。何年も会ってなかった人がある夜突然夢に出てきたんですよ。で、朝目を覚まして枕元のスマホを見たら通知が来てて、でそれがたった今まで夢にいたその人だったんです。何年も連絡取ってなかったのに、夢から覚めた直後にですね、本人からメッセージが届いたんですよ。やばくないですか？って思いました。つい二度見しちゃいましたね。こういうことってあなたも経験ありませんか？似た経験がある人は今誰かの顔を思い浮かべたかもしれません。そんな感じで一瞬先のことが分かってしまうとか、どうもそういう瞬間って本当にあるみたいなんですよ。で、これまでこうしたことってスピリチュアルや都市伝説の中でよく語られてきました。ただこういう不思議なことが、オカルトっていう風に片付けるんじゃなくて、この意識の正体ということについてですね、紐解いていくとどうも見えてくるんですよね。これを今日は最新科学で説明したいと思います。聖書の予言とか未来の出来事を先に見たみたいな予知夢、それから妙に勘が当たる人とか、私ちょっと霊感あるんだよねとかいう人、大体周りに一人はいますよね。本当に見えてるのか少し話を持ってるのか一旦置いときます。はい。そして、今こうした体験にどうも科学的な説明がつきそうなんですよ。意識の正体はもう100年以上ですね、科学が答えを出せなかった謎でした。ところが近年、量子力学と脳科学の研究によって100年止まっていた謎がですね、ようやく動き始めています。この動画では最新の量子力学を初めて聞く人にも分かる言葉で説明します。意識の仕組みが見えてくると、予知夢や予言と呼ばれてきたものもどうも同じ意識の仕組みで説明できそうなんです。それからこんなこともありません？なぜかある日突然天から降ってきたように、今ならできるみたいな感じでですね、やってみたら本当にできたみたいな、そういうなんか典型降りてくるみたいな瞬間ですよね。逆に変わりたいと思っているのになぜか変われずにまた同じ毎日へ戻ってしまうみたいなことってありますよね。これも意識の仕組みと深く関係しているみたいなんです。どうすれば自分が本当に望んでいる未来を選べるのか。成功者が昔から語ってきたことや心理学の研究で効果が確かめられてきた方法も、量子の話を見ていくとバラバラの話ではなくて一つにつながって見えてくるんですよ。そして最後には望む未来を手に入れるためにですね、自分の意識をどう使えばいいのかまでですね、この動画で見ていこうと思います。ではここから一緒にですね、100年以上解けなかったこの意識の謎、一緒に見ていきましょう。それではまず、意識は脳のどこにあるのか、ここからですね。科学では脳のどの部分がどんな働きを持つのか、かなり細かいところまで分かってきました。どこで色を見るのかとか、どこで言葉を理解しているのかとか、どこで昔の記憶を思い出すのか、ここまでは脳のどの部署が担当しているのか分かってるんですね。ただどうしても分からないものがあるんです。それが今ここであなたがですね、この感じている体験そのものなんです。脳のどこが反応したかは、脳波とかを測ったら分かるんですよ。でもその反応がこう痛いとかですね、嬉しいとか怖いとかなんか好きとか、そういう感情的なところ、体感的なこと、これがですね、肝心の本人がその瞬間どう感じているかっていうのは脳波をいくら測ってもわからないんですよ。で、この問題に名前を付けたのがデイビッド・チャーマーズという人物です。チャーマーズはですね、意識研究で世界的に知られている哲学者で、1995年にこの問題を意識のハードプロブレムと呼びました。名前だけですね、急にこうラスボス感があるんですけど、ただね、意味は簡単です。脳が何をしているか分かると。でもなぜその脳のですね、脳波の動きから
この私たちの体験が生まれるかはわからないって、これがハードプロブレムなんですよ。例えばレモンをですね半分に切るところを想像してみてください。黄色い皮に、包丁が入ってですね、果汁がじわっと出てくると、これだけでちょっと口の中が酸っぱくなりません？実際には食べてないわけですよ。それでも脳は昔食べた味を思い出して唾液まで出します。レモンだと判断して過去の味を思い出して体へ信号を起こると、ここまでは科学で説明がつくんですよね。ただあなたが感じた酸っぱそうという感覚そのものは脳の画像には映りません。 MRI の画面見てですね、はい今酸っぱいですみたいな感じのですね画像は出てこないわけですよ。でこれって、好きな人からメッセージが来た時とかも同じですね。スマホに名前が出るとちょっとねドキッみたいな、それで指が止まって開く前からちょっと緊張するっていう、心拍数も脳の反応も測れるんですけど、ただその名前を見た瞬間に出てきたですね嬉しいとか怖いとか期待しちゃうとかですね、その生の感覚は数字にはならないんですよね。失恋した時の胸の痛みとかもそうです。検査をすれば心臓も肺も動いているわけなんですけど、胸の中に傷があるっていうわけでもないんですよ。でも本人は本当に辛いとか痛いとかそういう考えを感じるじゃないですか。この本当に痛いっていう体験が脳の反応だけではどうにも説明がつかないんですよね。もう一つ分かりやすいのが全身麻酔です。手術前に麻酔が入ると、はいゆっくり呼吸してくださいって言われて、でもう次に目を開けたら手術終わってるわけですよ。時計では何時間も経っているのに自分の感覚では一瞬です。もう時間も部屋も自分のですね全部まとめて消えています。ただ麻酔中もですね脳の全てが止まっているわけではありません。呼吸や心拍を保つ働きっていうのは残ってるんですよね。ただそれでもさっきまで脳波は動いてるけど、この体験した世界っていうのは全身麻酔すると眠ったように消えちゃうじゃないですか。で麻酔が切れるとまた世界が戻ると。ここから分かるのは脳の活動と意識そのものはどうやら別らしいということなんですよ。科学では脳のどの部分がどんな役割を担うのか随分細かいところまで分かってきたと言ったじゃないですか。どこで色を見るのかとかですね、言葉を理解するとか記憶を思い出すとか、こういうのは脳のどの部署がですね担当してるかってもうすでに結構分かっているわけなんですよ。ただ肝心の本人がどう感じているかがいくら測っても分かんないと。脳の反応は見えるのにその体験をしている本人だけが分からないという、これが100年以上謎のままだった意識のハードプロブレムなんです。そして最近ですねここに新しい考えが出てきたんですね。脳が意識を作っていると考えているから脳の中を探してもこの体感どう感じているかが分からないと。でそうではなくてですね、意識はもともと脳の外にあって、で脳はそれを受け取って色や音や感情として私たちが分かる体験に変えている。それが最新の量子力学が示した結論なんです。意識が脳の中じゃなくて外から来るんだとしたら一体どこにあるのかと。でその答えとして出てきたのが宇宙全体に広がる場ということなんですよ。古典物理学では何もない真空をですね絶対0度まで冷やせばエネルギーもなくなると考えられていました。ところが量子力学では真空でもエネルギーは完全には消えないで小さな揺らぎが残ると言います。これをゼロポイントフィールドと呼びます。スマホはですねスリープすると画面は真っ暗になりますよね。でも裏では時計が動いて通知を受け取ったり通信が続いてたりとかするんですよ。宇宙空間も同じで何もないように見える真空でもエネルギーがずっと揺らいでるんですよね。そしてこのゼロポイントフィールドと脳がつながると、この宇宙の空間と脳がつながることで私たちが色を見たりですね音を聞いたり感情を感じたりすると考えた研究者がいます。ドイツで意識を研究しているヨアヒム・ケプラーです。ケプラーは脳の神経細胞が同じリズムで動くと脳に一つの周波数ができると考えました。その脳の周波数とゼロポイントフィールドの周波数があった時にですね赤を赤として見たり、人の声を聞いたりですね嬉しい怖い懐かしいと感じたりする。私たちが意識と呼んでいるものはですね宇宙全体にある情報を脳が見える聞こえる
感じる形にしたのかもしれない。これがトレーズ理論というですね、ケプラーの理論なんです。これちょっと難しいと思うんで、ラジオで考えると、簡単だと思うんで、ちょっとラジオに例えますね。私たちの周りにはたくさんの電波が飛び交ってるじゃないですか。で、電波はチューニングが合う前からずっと飛んでるんですよ。ただ、ラジオの周波数が合うまでは、人の声として聞こえてこないわけですよね。で、周波数がカチャッと合うと、音や声が聞こえるようになる。ケプラーは脳にも同じことが起きているというふうに考えたわけです。宇宙全体にですね、この意識の元になる情報がそもそも飛んでいるんですよ。で、宇宙の周波数と脳の周波数があった時に、私たちはそれを見たり聞いたり感じたりすることができると、そういう理論なんですね。すると、ひらめきの正体っていうのもなんとなく見えてきます。よく天から降ってきたとか典型受けたなどとか言いますけども、頭で考えてですね整理してできたというよりも、宇宙の周波数とあったから、その情報がですね意識にふっと降りてきたのかもしれないと。なんかずっと悩んでた問題がお風呂に入ってたら急に解けるみたいな、そういうことってあるじゃないですか。あるいはなんか寝てからですね、朝起きた瞬間に昨日まで見えなかった答えが分かるとか、散歩している時に仕事のアイデアがいきなり全部つながるとか、こういう経験ありませんか？普段の考えがですね静かになった時、脳の周波数が変わって今まで受け取れなかった情報と合う、もうラジオのつまみが合うみたいな感じですよね。だから力んで考えている時より寝る前とかお風呂や散歩中に答えが出ると、この考えるのをやめた時に突然答えが分かるという感覚は、世界的な企業を作った人の話にも出てきます。アメリカの大手 IT 企業セールスフォースですねを作ったマーク・ベニオフの話なんですけど、当時ベニオフはですね大手 IT 企業のオラクルで働いてたんですよ。で、ある日ですねハワイの海でおよそですね100頭のイルカと一緒に泳いでたそうです。はい。そしたら突然ですね、セールスフォースっていう会社の姿が頭の中にはっきり見えたと本人が語ってるんですね。で、海から戻ったベニオフはオラクルを辞めてですね、その時に見えた会社を実際に作りました。で、机で考え続けた時よりもですね、仕事から離れて海で泳いでた時に答えが来たということなんですよ。そして会社を上場して莫大な資産を築いたわけです。シリコンバレーでは頭を静かにする時間が実際の仕事にも取り入れられてます。Google には社員が瞑想や呼吸法を学ぶ Search Inside Yourself という研修があるぐらいなんですよね。社員同士で瞑想する G-Pose という活動も作られました。毎日複雑な問題を考えている人たちがですよ、あえて考えるのをやめる時間をわざわざ作ってるんですね。意識が脳の中で作られているのではなくて、宇宙全体に広がるゼロポイントフィールドと脳がつながることで生まれていると。そう考えると、ひらめきが突然降りてくる理由もかなり自然に見えてきます。机で何時間考えても出なかった答えがですね、お風呂や散歩、寝起きに突然全部つながる。あれは脳が一からですね考えた答えが休んでる時にまとまったみたいな、そういうことじゃなくてですね、脳の周波数が宇宙にあるこの情報の周波数と合った瞬間なのかもしれないと。だから本人も考えて分かったというよりも、答えが降りてきたとか全部急につながったというふうに感じると。意識が脳の中だけにあるのではなくて、宇宙全体にですよ広がってて、脳はそれを受け取ってると。これが最新の量子力学と意識研究から見えてきた意識の正体なんです。ここまで聞いてですよ、こう思った人もいるかもしれません。でもそんな話、そういえばですよ、昔から言われてませんって。そうなんです。昔からずっと言われてたんです。予言とかですね、神託とか啓示とか典型取りみたいな、人類はですね何千年も前から自分で考えた覚えがないのに、答えが突然分かった体験というのをいろんなところに記録してるんですよね。夢の中で見たとか、誰もいない場所で声が聞こえたとかですね、静かに座ってたら今まで分からなかった答えが急に全部分かったとかで、昔の人たちはそれを神の言葉とか精霊からの知らせとして説明しました。量子力学も脳の周波数もゼロポイントフィールドも知らない時代ですよ。でも今宇宙全体にですね見えない場が広がっていて、脳の周波数がそこに合うことで意識が生まれるという理論が出てきました。そうすると、これまでオカルトとして片付けられてきた話の正体も少し見えてくるじゃないですか。神の声を聞いたとか、未来を夢で見たとかですね、声が天から降りてきたみたいな、
それらは宇宙に広がる情報を脳が受け取った時に起きたことかもしれないと。しかも同じような記録がですね、世界の遠く離れた地域に残っている。時代も超えてですよ。一人なら偶然で終わります。でも国も時代も違う人たちが同じようなことを言っていると、そこには人類に共通する仕組みがあるというふうに考えた方が自然だと思うんですよね。そこで紹介したいのがですね、まず、3000年以上前の古代インドです。古代インドでは、ベーダと言われる聖典があります。インドの宗教や哲学の土台になったとても古い知識です。このベーダはですね、シュルティと呼ばれました。シュルティとはサンスクリット語で聞かれたものという意味です。古代インドでは深い瞑想の中で賢者が聞いた言葉として扱われました。知識はもともと存在していて、賢者は静かな状態でそれを聞いたと。古代インドの人たちはそういうふうに考えてたというんですね。で、同じような記録は聖書にも出てきます。聖書の預言者のエピソードですね。エジプトのファラオが奇妙な夢を見ます。7頭の太った牛が現れた後、7頭の痩せた牛が出てきて、太った牛を食べてしまう。朝からちょっと牛14頭って情報量が多すぎな夢だと思うんですけど、ヨセフはこの夢がですね、7年間の豊作とその後に来る7年間の飢餓を表していると読み解いたそうなんですね。そして豊作の間に食料を蓄えるようファラオへ伝えます。夢で見たことが国の方針まで変えていくわけですね。古代ギリシャにもよく似た考えがあります。哲学者のプラトンはですね、受け取った言葉を人へ渡す役目を持っていたというんです。そして仏教を開いたブッダの話です。ブッダはですね、答えを求めて長い間厳しい修行を続けたんですけど、食事を減らしたりとか体を限界まで追い込んだわけですね。ただそれでも、悟りにはたどり着かなかったと。そこで体を痛めつける修行をやめて静かに座って瞑想します。仏教の古い記録では、この時のことを知識が生じたとか知恵が生じたとか光が生じたというふうに表現しています。静かに座っている時にですね、今まで分からなかったことが一気に分かってきたというんで、ここまでの話には同じ流れがありますよね。最初にね、本人の中に強い問いがあるんですよ。なんかこう宇宙に問いを投げかけるみたいな。で、次に、こういうことを知りたいという、そういう欲があるわけですね。で、次に夢とか祈りとか瞑想によって普段の考えが静かになると。すると言葉が聞こえる、映像が見える、答えが急に降ってくるという。そしてその答えが国の方針や宗教や哲学まで昔は変わっていたということなんですね。で、このことを昔の人は神の言葉とか啓示とかですね、神託とか悟りというふうに呼んでたわけです。で、現代の研究者は、これを宇宙の場、フィールドですよね。宇宙の場とかですね、周波数とか共鳴とか、そういう言葉で説明し始めているということなんです。呼び方は違います。でも起きてることはかなり似てますよね。宇宙全体に情報があって、普段の考えが静かになると脳の周波数が変わると。その周波数があった時に今まで分からなかったことが言葉や映像として分かると。人類が何千年も記録してきたですね、この予言や啓示っていうのは宇宙に広がる情報を人間の脳が受け取った瞬間だったのかもしれないと。昔の人がですね、神の声とか啓示とか悟りと呼んだ体験、現代の研究者は今ですね、この脳と宇宙の場が共鳴する仕組みとして数式と実験で調べ始めています。予言や啓示の正体は未だ不明なものの、何千年もオカルトとして語られてきた体験にですね、これ検証方法を持った物理学の仮説が出てきたと。これまでですね、もう笑い飛ばすか信じるしかなかった話を実験で確かめられるところまで来たんです。意識の正体が分かれば、人類が何千年も不思議に思ってきた現象の正体まで一緒に分かるかもしれません。昔の人は夢の中で未来を見た、祈ってたら言葉が浮かんだとかですね、静かに座ってたらずっと分からなかったことが急に分かって悟りを開いたとか、そんな話を何千年も書き残してきたわけなんですけども、ではこういうことは、預言者とか聖人にしか起きないことなんでしょうかと。実はですね、現代にも答えが向こうから来たと話す人がいます。しかもですね、その時に来た数式や音楽が世界を変えているんですよ。人間はですね、天才には特別に優れた頭脳があって、で、普通では考えつかない答えを頭の中で作ってると、そういうふうに考えがちなんですよね。ところが本人たちは少し違う話をしています。長い時間をかけて作ったっていうよりも、完成したものがですね、先に見えたとか先に聞こえた、その後で
で、紙に書いたりとかですね、楽器で確かめたりしたというんです。でその代表がインドの数学者シュリニバーサ・ラマヌジャンです。ラマヌジャンはほとんど独学でですね、数千もの数式や定理を残しました。彼は自分が信じていた女神ナーマギリが夢の中で数式を見せてくれると話していたそうです。夢の中に複雑な数式が現れる。で目を覚ますとそれを紙に書き残すと。本人の感覚では数式を一つずつ考えたというより完成した形を先に見ていたというんですね。音楽にも同じようなエピソードがあります。ビートルズのポール・マッカートニーです。ある夜ポールは夢の中でメロディーを聞くんですけども、それをですね覚えたまま目を覚ましたそうです。ですぐにベッドのそばにあったですねピアノで弾き出すと。であまりにも自然な曲だったんで自分が作ったとは思えなくて、昔どっかで聴いた曲だと思ったそうです。そこで周りの人たちにですね、この周りの音楽家の人たちにこの曲知らないかと聞いて回ったそうなんですよ。そしたら誰も知らなかったと。でそのメロディーが後のイエスタデイになります。世界に残る名曲が寝てる間に丸ごと聞こえたというんですね。ラマヌジャンは数式が先に来た、ポールにはメロディーが先に来た、答えが先にですね降ってくるんですよ。で本人はそれを紙に書いたり楽器で弾いたりして残すと。そう考えてみると天才の見え方っていうのはちょっと変わってきますよね。彼らのエピソードを聞くと、天才は頭の中だけでこうやってね天才的な頭脳で答えを作った人というよりも、来た答えに気づいて消える前に残して現実の形にした人なのかもしれません。それからゼロポイントフィールドとの共鳴で情報を受け取ってるんだとすればですね、もう一つ気になることがあります。ゼロポイントフィールドには様々な情報が流れてるわけですよ。でその中で脳は自分が合わせた周波数の情報を受け取る。ラジオも周波数を合わせた番組の音が聞こえる。で意識も同じだったら人が何を問い続けているかで合う周波数も変わるのかもしれません。今日の夕飯を考えてたら、夕飯についての答えが浮かぶみたいな。誰も解けない問題をどうすれば解けるのかとかですね、何十年後にも残る音楽をどうすれば作れるのかとか、そんな感じで大きな問いを持ち続けた人にはですね、その問いに合う情報へ周波数が合わせ続けて、でその情報が降ってきたのかもしれないと。じゃあ果たしてですよ、天才だけに特別な答えが来たんですかね。それとも世界を動かすほど大きな問いを持っているからこそその情報を受け取れて、できた答えに気づいて現実にした人が後に天才と呼ばれるようになったのでしょうか。もうラマヌジャンもポールもですね、2人とも来た答えをそのままにしないで紙に書いて音にして世界へ残したわけです。もしかするとですよ、人が受け取る答えの大きさっていうのは持ち続けた問いの大きさで変わるのかもしれないですよね。要するに電波と同じように情報っていうのはバーッと飛び交ってると。でその情報を受け取れるのは大きな問いを持った人たち。つまり天才の正体っていうのは天才的な頭脳を持っただけでなくてですね、この大きな問いを持ち続けてきた答えを逃さず現実の形にしたことに、天才の正体があるのかもしれません。さてここでですね、話を予言や予感、直感の話に戻します。嫌な予感ってなんか当たりますよね。会う前から今日話がこじれそうな気がするとか、逆に今日は連絡しない方がいい気がする、そう思って送信してみたらちょうど相手もあなたのことを考えてたみたいな、こういうことってあるじゃないですか。このような直感、いわば先に気づいた未来は後から変えられるのかっていうことなんですよ。要するに未来にこうやって情報を受け取るんですよね。で先に気づいて出てるのに未来がねこのまま決まってて変えられないなら気づいても意味がないですもんね。でこの秘密に近い研究があります。意識と量子の関係を研究している世界最高峰のチーム Google クォンタム AI の研究です。 Google で量子コンピューターを作っているチームで、その中心にいるのがハートムート・ネベンです。2024年ネベンたちは意識について新しい仮説を発表しました。量子の世界では結果が決まる前にいくつもの可能性が同時に存在しているということなんです。箱の中に赤か青か、どっちかのですねものが入っていたとしても、開けるまではですね
赤になるかもしれないし、青になるかもしれない。まだどちらにも決まってないというんですよ。で、箱を開けた時に一つの結果が出る。そんなイメージです。で、量子の世界ではそのように言われてるんですけども、ネメンたちが考えたのは、この結果が決まる前からどうも人の意識が関わってるかもしれないということでした。簡単に言うと、意識はどの結果になるかが決まる前からですね、その結果に影響を与えている可能性があるというんですね。これまでの話では意識っていうのは外にある情報を受け取ってただけだったわけですよ。直感として受け取る、夢として受け取る、なぜか気になるという感覚で受け取る、そこにもう一つの働きがあると。受け取った後にですね、どっちを選ぶかによってその後の結果も変わっていく。この意識が要するに後の結果に対しても影響を与えていく、そういうようなイメージですね。嫌な予感がした時にこれまでの流れを変えて違う選択肢を取ってみると、今日はこの道を避けたいと思って別の道を選ぶ、会うのを少し遅らせるとか、送ろうとしたメッセージを一度読み直すとか、その小さな選択で、結果っていうのは変わってくるわけですよね。で、いい予感も同じです。今日はこの人に連絡した方がいいかもしれないとか、なんか今日はいつもよりなんか仕事が進みそうだなとかで、実際に動いてみると、出会う人が変わったりとか、返ってくる言葉が変わったり、次に入ってくる話も変わるみたいな。つまり予感っていうのはもうこの決まりきったですね、完成した未来を先に知らせてるというより、今のままこのまま進んだらこうなっちゃうよっていうところを少し早く知らせているのかもしれません。だから先に気づけば進み方を変えられると。嫌な予感ってやっぱね、当たるから避けようみたいな感じですよね。で、これはやった方がいいなっていうことはやっぱり飛び込んでみて挑戦してみるとやっぱ合ってるみたいな、そういう感じですね。で、私にもこのね、進み方を変えた経験っていうのがあるんですよ。高校生の頃の話なんですけど、東京から京都で、およそ500キロの期間をですね、自転車で行こうとしました。ところがですね、途中で自転車が壊れたんですよ。このまま東京へ帰るか、別の方法で京都まで行くかっていうね、そういう選択肢があったわけです。で、この時ね、私は思いました。ここで帰ったら、これから困難が起きるたびにですね、もう帰る方を選ぶようになるなと。だから京都まで行こうと。とりあえずね。で、そこで、ヒッチハイクで行くことに切り替えたんですよ。自転車じゃなくて。知らない人にですね、車を乗せてもらって、で、京都までたどり着いた。乗せてもらってですね、もう何分も道端で待ったりとかするんですけども、で、これで結果的にはですね、京都までたどり着くことができたんですね。で、帰りも同じような感じでヒッチハイクで東京まで戻りました。自転車が壊れた時ですね、そのまま東京へ帰るという未来もあったんですけど、ただヒッチハイクで京都へ進む未来も私には選択肢があったわけですね。人生の分かれ道みたいな感じで、その場で何を選ぶかによってその後に起きることが変わるわけです。このことはですね、私このヒッチハイクの話ってその後の人生にもずっと影響を与えていると思うんですよ。こういう何か困難に直面した時、あの時頑張ったとかで、その頑張ったって何か結果を出したら今度はそのことを思い出して、あの時頑張ったからってまた次のね挑戦の時も思えるという、未来も同じなのかもしれないですね。予感でその時ふっとやんなきゃいけないなという感じで、見えた未来はもうそこで確定したみたいな感じの未来ではなくて、今の選び方を続けた時に起こりやすい未来なんじゃないかと。だから気づいた後に選べ直せるんですよ。嫌な予感だったらやめちゃおうみたいな感じで、やめられると。で、これはいける、なんかやった方がいいっていう時はそのまま進んだらうまくいくよっていう感じですね。つまり未来を先に感じる力の真の価値っていうのは、この予言のして予知夢が見て当たるか外れるかとかそういうことではなくて、気づいた瞬間からこのまま行ったらこうなっちゃうから、じゃあその先をですね、嫌な予感だったら回避して行くときはもう踏み込んでいくと、そしたら成功するっていう、こうやってね選択肢を変えられることが未来を先に感じる力の価値になるでしょう。ただですね、それなら一つ疑問が残るんですよ。未来を選べるはずじゃないですか、私たちは。こういう直感って人生で何回か皆さんもあるはずなんですよね。なのに私たちはですよ、
なぜいつもの日常へ戻ってしまうのでしょうかと。なんかこうね、私たちはこう意識を向けたらなんか天才みたいな感じでひらめいたりとかしてね、人生変えられると思いきや、結局いつもの日常へ戻ってしまう。そんなことって結構あるじゃないですか。変わりたい、今ある、違うことを始めたい、挑戦したい。でも、このままの同じ毎日を続けたくないみたいな、そんな風に思ってるのに、次の日にはまた昨日と同じことをしていると。この疑問を30年以上研究してきたのがですね、ハーバード教育大学院のロバート・キーガンとリサ・ラスコフ・レイヒーです。2人は人がなかなか変われないことを示す結構強烈な例をですね、紹介してくれてます。これ心臓病の患者の人たちの話なんですけど、お医者さんからですね、今の生活を続けると命に関わりますよと、告げられると。そしたら患者さんたちは食事を変えたりとか運動を始めたりとかタバコをやめる、何をすればいいかっていうのは本人も分かってるはずなんです。変わる理由も要するにこのままだったら死んじゃうから十分すぎるほどあるわけですね。ただ実際ですね、生活を変えられた人はなんと7人に1人しかいなかったというんですよ。もうね、命がかかっていても人は今までの生活へ戻ってしまうと。では何がそこまで強くですね、人を元の行動へ戻しているのでしょうか。キーガンたちが調べると、人の中には2つの願いが同時に動いていたというんです。一つは変わりたいという願いで、もう一つは今まで守ってきたものを失いたくないという願いです。健康になりたい、でも今までの楽しみも残したい、新しい未来へ進みたい、でも傷つくのは嫌だ。どちらも本人の本当の気持ちなんですね。キーガンたちはこの元に戻ってしまう心の働きを変革を阻む免疫機能というふうに呼びました。変わろうとした時に心が今までの生活へ戻そうとする仕組みが体の中に備わっていると。例えば今の仕事を辞めて独立したいと思っている。自分で仕事を作ってですね、こう働く時間や場所も自由に自分で決めたいみたいな。で、そのために本読んだりとか、動画を見たりとか、必要な知識もこう増えていくわけなんですけども、でも実際には始めない。毎月入ってくる給料を失うのが怖いとか、失敗してやっぱり無理だったねと言われるのも嫌だしみたいな。そこでもう少しお金を貯めてからとか、もう少し勉強してから、今は忙しいからと始める日をですね、こうどんどん先に送っていくっていうんですね。YouTube やね、インスタで発信してみたいみたいな風に思ったとして、好きなことを自分でね、話してみたいとか、自分の世界を作りたい。いつかはそれを仕事にしたい。で、アカウント名も決めたし、プロフィールも決めたし、もう投稿も下書きまで作りましたみたいな。でも公開する直前で止まるっていう。これは私もわかりますね。もう私も、ね、YouTube 再開するときにもうどうしても、やっぱやめたみたいな風になっちゃいますから。反応がなかったら恥ずかしいし、知り合いに見つかったら気まずいとかですね。否定されたらやっぱり傷つくとか、だからもっとうまくできるようになってから、完全に仕上がってからみたいな、そんな風に考えるわけですよ。下書きだけはね、めちゃくちゃ充実してくるみたいな、そんな感じですよね。独立したい人がですね、守っているのは、今のこうね、独立する前の収入安定なんですよね。これキーガンの理論で言うと。で、発信したい人が守っているのは人からどう見られるかということです。やりたいことは違っても変わる直前に守りたいものが出てきちゃうんですよね。これって本当は変わりたいのに何を守ってるんだということになるじゃないですか。これをですね、ブッダは2500年前、人が苦しくなる理由の一つを執着だと説きました。執着はですね、人やお金にも自分について決めた考えにも起こります。私は失敗しない人でいたいとか、私は周りから認められる人でいたい、私はちゃんとしている人でいたいとかですね、恥をかきたくないとか、そういったですね、自分で作っていった自己像をですね、強く守っています。独立もしてもし失敗しちゃったら仕事ができる自分っていうこのね、自我像が崩れちゃうと。動画を出して反応がなかったら価値のある自分じゃなくなっちゃうみたいな。そう感じると、新しいですね、明るい未来よりも今までの自分を守れる方を選ぶというんですね。キーガンたちが研究した今の自分を守る心の働き、ブッダが説いた自分について決めた形への執着、2つはね、同じことを違う言葉で表現しています。量子の世界ではですね、結果が決まる前に、いくつもの可能性がですね、箱を開いたら赤のボールが入ってるか青のボールが入ってるかみたいな感じでいくつもの可能性があるわけですよ。で、人の未来にも選ぶ前にはいくつもの可能性があります。今の仕事を続ける未来とか、独立する未来、発信を始める未来で、それで何も始めずいつもの生活に戻る未来みたいな、どの未来もですね、
選ぶ前は選択肢としては残ってるんですよ。それでも私たちの選択には今までの自分を守りたい気持ちが強く影響する。そのせいで、なかなか現実を変えられないっていうことですね。つまりこれさっきのトレーズ理論で言うとですよ、変わる未来よりも変わらない方の未来の方に周波数が合っちゃってるみたいな、そういう感じですよね。だから変わりたいと思えば思うほど守りたいという気持ちが出てきて、でそうするとそっちの今までの人生を継続する方に意識が向いてしまう。 Google のネベンが言うことで言えば、そっちの方に意識が向いてると結果にまで影響を与えてしまう。だから結局元の自分に戻っちゃうと、変われる方の未来を選択できない。こういうような仕組みに、要するに意識とですね、この未来の選択が量子力学的にリンクしているようにも見えてくると、こんな仮説が考えられるわけですね。そうしてみると、なんでいつもの日常へ戻ってきてしまってね、なんでなかなか変われないのかっていうのがはっきり見えてきますよね。どうやったら人生を変えられるか。ここまで登場してきた人たちは直感とかが降りてきた時に答えを受け取った後、現実の中で動いているわけです。ヨセフは夢で知った牛の夢をですね、食料の備蓄に変えました。ラマヌジャンは、数式が夢に女神が降りてきて教えてくれて、それを紙に書き残して、ポール・マッカートニーは夢で聞いたメロディーをすぐにピアノで弾いて残したと。受け取った答えを現実の形にしたわけですね。こうやって行動したから未来が変わると。最近ですね、すごい重要なポイントというのがあります。これからの未来はもう何でもできちゃうっていう、そこがポイントなんですよ。なので意識の向け方によって人生がものすごく人類二分しちゃうなというのがこれからなんですよね。どういうことかというと、これまでですね、何かを形にするにはたくさんの条件が必要だったわけです。映画を作るんだとすれば、大勢のスタッフと大きなお金がいる。新しい商品を作るんだったら設計する人とか試作品を作る人とか、いろんな人が協力してくれないと形にできなかったわけですよね。いい案が浮かんでも技術がない、お金がないとか、でそこで諦めてアイディアのまま終わることが何度もあったわけです。だから多くの人はやりたいことよりも今の自分にできそうなことっていうのを選択肢として選んできました。本当に欲しい未来よりも失敗しにくそうな未来を選んできたとも言えますね。そういう時代だったと。その方が現実的に見えたからです。でも今その現実が変わってきています。 AI を使えば一人でも文章を書けるし、映像を作ったり音楽を作ったりして、世界へ届けられるわけですね。知らない分野も調べながら学ぶことができると。頭の中にあったものをその日のうちに画像や動画や設計図にすることができますよね。ロボットも物を運び、製品を組み立てて危険な場所で働き始めてます。人間では難しかったことまで次々にできるようになってるのが今の時代なんですよ。昔なら何かを始める前にまず人を集める必要がありました。そして人を集めてる間にもう最初の情熱が先にねなくなっちゃうみたいな、そういうことも往々にしてあったわけですね。それが今や思いついたその日に一人からでも始められるし、道具もものすごい速さで新しくなっている。できることも急速に増えている。そういうですね時代に変わっちゃったんですよ。だから意識をやりたい未来に向けるかですね、それとももう私には無理とか普通はこのくらいとか恥をかかない範囲にしていこうと、昔の基準使っちゃう。もうこれがですねものすごい格差をこれから生んでくるわけです。これって最新の道具持ちながらも未来だけですね10年前のサイズで古いアイテムで戦ってるみたいな、そんな感じなんですよ。だから本当に生き方をめちゃくちゃ見直さなきゃいけない時代に入りましたよね。人間は昔空を飛ぼうと思って飛行機を発明して空を飛びました。もう月にも行きましたよね。でも遠く離れた相手と顔を見ながら話せるような時代にもうとっくになってるわけです。どれも最初は夢みたいな話でした。それでも誰かがですよ、当時の常識から思いっきりはみ出してこうしたいっていう風に考えたわけです。で何度も試みながら夢みたいだった話を本当に使えるものへ変えてきたわけですね。で現在は AI とロボットによって人類にできることがもう一度大きく変わり始めてます。そんな時代に自分の未来までですね昔の常識に合わせる必要はありません。もうその常識に意識を持ってっちゃうと変われない未来がみたいな感じになっちゃうとそれが量子力学的なこの意識の世界なわけですよ。だったら私たちが選ぶ未来
もですね、思いっきり大きくていいと思いません？せっかく選べるんだったら自分でも驚くぐらいめちゃくちゃいい未来を選んだ方が私はいいと思うんですよね。いやだからこの意識格差っていうものが今ね本当に問題になってるなと思います。本当未来の話が重要ですね。メンバーシップでもこれまで私 AI がですね社会に広がった先で仕事や暮らしがどう変わるのかとか、人間と同じように動くロボットが家庭や街に入ってきたら何が起きるかとか、世界のどこで次の大きな変化が始まってるのかとか、そういうの話をですね新しいニュースや研究見ながら、ライブで何度もこう話してきたわけなんですけども、ただ知らない未来っていうのは要するにこの意識のこのチューニングができないわけですよ。なので自分の選択肢にも入ってくることがないんですね。情報が受け取れないと。だからどんな問いをですね宇宙に投げかけて、この天才たちがこの後人生どうしたいっていうことをですね、でっかい未来を投げかけてその情報を受け取ったように、どんな未来に意識を向けるかで自分が選べるものの人生が変わってきていると、この境目に私たちが立たされているところがすごい大事だなと思います。だからこれをいつか誰かに起きる話として見るのか、自分にも選べる未来として見るのか、同じ未来を見てもここで意味が大きく変わるわけ。今は本当にですね人類史上一番と言っていいぐらい本当にエキサイティングな時代になってます。AI とかロボットによってこの一人のね人間が実現できる未来が急速に大きくなっている、そんな人がですねそこら中にいるわけですよ。もう人類全体のパワーが爆上げみたいな感じで、そしてこの時代の先にですね何が起きてるのかを知るほど今まで自分には関係ないと思ってた未来が急に自分の意識選択肢へと入っていく。一人では始められないと思ってた今までできなかった仕事とか、自分には縁がないと思ってた生き方とか、何年も先になんないとできないと思ってたような挑戦、そんな大きな未来まで急に自分の話になってくるんですよ。人類は昔から夢や直感、ひらめきで受け取ったものを、数式や音楽、そして発明とかでですね現実の行動へ変えてって、でそしてこの文明文化を築いてきたわけです。どんな変化が始まるのかっていうのをね先にこうやって典型とかで知るわけですね。大きな問いを宇宙に投げかけてですね、でどんな変化が始まってるかっていうのをこう意識の世界で、先に知ることができる。でその中から心が動く未来を選択して現実の中で形にしていくと、未来はもしかしたらこんな感じでですねずっと作られてきたのかもしれないです。つまり意識の正体は何だったかっていうと、このねゼロポイントフィールドの宇宙の場に流れるこの情報で、これを脳が受け取った時に意識として現れる、そういうものだとするんだったら、どの未来に対して意識を向けるか、それが人生において大事だということなわけですね。このチャンネルのメンバーシップではこれからも AI やロボットによって人間にできることがどこまで広がるかとか、仕事がどうなるかとか、生き方がどうなる、世界にどんな大きな波が来てるか、そんな話をですね新しいニュースや研究を見ながらライブ形式で一緒に追っていきます。このエキサイティングな時代を一緒に見ていきたい方はぜひ概要欄から参加してみてください。そしてこの動画が面白かったらチャンネル登録といいね、ハイプで応援してもらえると嬉しいです。ということで、より良い未来を選択していきましょう。それではまた次の動画で。それではまた。